ハロー皆さん、今日はイタリアのミラノに来ました。ミラノへようこそ。この日はフィレンツェからミラノへ向かう途中、ジェノバに寄りました。ジェノバといえば、ジェノベーゼの発祥地。私はジェノベーゼが好きなので、マークに無理言って連れてきてもらいました。見てください。この艶やかで美しいジェノベーゼを。パスタの茹で具合も完璧でしたが、なんといってもやはりこのソースがすごく美味しい。一口食べた瞬間思いました。これは間違いなく私にとって今回の旅で一番美味しかったイタリア料理だと。ジェノベーゼが苦手なマーク氏でさえも美味しい美味しいとソースのお店へと歩みを進めるほどでした。まあいくら待っても店員さんが戻ってこないので買えなかったんですけどね。車窓から見える建物がとてもカラフル。窓から窓へ洗濯物を引っ掛けているのもイタリアっぽいですね。ドイツでそういう光景は見たことがありません。数時間アパートで昼寝をしてオーナーさんおすすめのレストランへ。こちらは子牛のコートレット。めちゃめちゃ大きい。ドイツでも食べることはありますが全然違くてびっくり。切ってみると思ったより薄いですね。そしてこちらはミラノ風リゾット。色がかなり黄色くて驚いたのですが、サフランというアヤメ科の花のめしべに含まれるクロシンという天然色素のためだそうです。で、これは見た目も味もほうれん草でした。食後のお散歩。ローマよりも寒くてどんどんドイツに近づいてきたなぁと旅の終わりを感じます。この後のスイスのチューリヒとドイツのハイデルベルクの動画はかなり寒そうな映像になったので動画の公開は秋予定です。今回の滞在先のアパート。結局イタリア旅行はすべてアパートでした。ミラノ大聖堂の建設は14世紀の後半に始まったけど、ファサードが完成するまでには何百年もかかった。その理由はフィレンツェの大聖堂のドームの問題と似ていた。たくさんの責任者がいたけど、意見はなかなかまとめられなかった。最終的にファサードは19世紀の初めにナポレオンの働きかけによってようやく完成した。だからナポレオンの像と思ったけど、ビトリオ・エマヌエル2世か。まだ知ってた？彼はローマにも出てきたけど、実はインスブルクで出てきたマリア・ルドビカとレオポルド2世の子孫だよ。こんなところに登場するとは。で、彼は日本語わからないけど、Great Grandson？ひ孫かな？2人から見て彼は3代目の世代ってことだよね。そう。
じゃあだからひ孫だね。ヨーロッパってそういうの面白いよね。ね。長い歳月の中で幾度も中断と再開を繰り返し、完成までにおおよそ5世紀を要した世界最大級のゴシック建築、ミラノ大聖堂。その歴史を大きく動かしたのがフランス皇帝ナポレオンでした。当時ミラノ公国を征服していた彼は、イタリア王として戴冠式を行うためにミラノを訪れ、大聖堂の未完成部分の仕上げを命じます。彼の命令により工事は急速に進み、短期間で完成へと向かいました。こうしてミラノ大聖堂は宗教的象徴であると同時に、歴史の転換点を移す舞台ともなったのです。そしてなんと驚くことに、屋根の上まで登ることができるんです。しかも嬉しいエレベーター付き。もちろん他の大聖堂でも登れるところはそれなりにありますが、このように間近で彫像や先頭の横を歩き回れる場所は少し珍しいです。ミラノで有名な19世紀のアーケード、ガッレリア・ピットーリオ・エマヌエーレ2世を通ってランチをしに行きます。高級ブランドが立ち並ぶ場所なので、私たちには無縁の場所です。ランチはピザ屋で。マルゲリータ。マーク氏のピザにはオリーブがまるっと乗っています。先日のオリーブファームのような場所で、きっと大切に育てられたんでしょうね。作り手の思いや手間を知ることで、より食べ物への愛着が深まりますよね。スポルツェスコ城。15世紀ミラノ公フランチェスコ・スポルツァによって築かれた要塞です。破壊と修復を経て、現在は博物館として公開されています。内部にはミケランジェロの未完成作品ロンダニーニのピエタをはじめ、貴重な芸術作品が展示されています。戦いの城から芸術と歴史の城へ、今は穏やかな時が流れています。そしてこの後はミラノのシティツアー。実際にはシティツアーのうちのサンタマリア・デッレ・グラツィエ教会にだけ参加したかったので、ツアーを申し込みました。私たちの予約が遅くてチケットが購入できずやむなく。この教会は世界遺産でレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐があります。物語はこう。中央に座るイエスが、あなた方のうちの一人が私を裏切ると告げた瞬間、弟子たちが驚きや動揺の素振りを見せます。弟子は3人ずつ4グループ。裏切ったのはユダ。イエスの左側、体をやや引き驚いた様子のユダ。右手には銀貨30枚が入った袋を握っているとされ、これはユダがイエスを引き渡した報酬として
福音書に記されています。私からするとユダよりもその後ろのペトロの方がずっと怪しく感じるんですけどね。ヨハネに変な体勢でささやき、右手にはナイフ、全然普通じゃないけどっていう感じで。そしてこの部屋ですが、もともとは修道士たちの食堂だったんです。この絵の裏はキッチンになっていたため、その湿気のために薄くなってしまったんだとか。温度や湿度の変化に弱いテンペラ画の技法を用いて描いたことも大きく影響してしまったそうです。ミラノを歩いてみて感じたのは、おしゃれな人がとにかく多い。すっきりとスーツを着こなす人、つま先から頭の先までおしゃれに抜かりのない人たち。観光向きの都市というよりは、これぞ洗練されたヨーロッパの都会だなぁと感じました。イタリアにはまた絶対に来たいですね。